長野県群馬県旅草津温泉編をお届けします。こんな感じの日程でいろんなスポットを巡ってきたので、よければ見ていってください。こちらは長野方面から草津温泉に向かっている時の映像です。今回私たちが通ったのは志賀草津道路という景観の良い人気のルートなのですが、白根山の噴火警戒レベルの引き上げによって2025年8月4日から通行規制がかかっていて、迂回が必要になっています。この動画を出した時点ではまだ継続中だったので、近いうちに行かれるご予定の方は気象庁の最新情報をチェックしてください。横手山ドライブインに寄り道していきます。1階がお土産コーナーで2階が食堂になっていました。しばらく進んだところに県境にまたがって建っている珍しいホテルがありました。そこからまたしばらく進むと日本の国道の最高地点渋峠に着きました。でも真っ白で何も見えませんでした。残念です。お昼過ぎに草津温泉に到着しました。早速お昼ご飯を食べに行きます。歩いていたらおじいちゃんに呼び止められて、ほぼ強制的に温泉まんじゅうをもらいました。気を取り直して上州地粉うどん松本にやってきました。群馬県発祥のひもかわうどんが食べられるお店です。沈みやすいのでよく混ぜながら飲んでください。豚もつけ汁です。熱いので気をつけてください。舞茸の食材です。食事の後におさゆを見に来ました。ここではお猿による芋みショーが見られます。湯もみだけでなくコミカルな掛け合いやアクロバティックなパフォーマンスもあり、見応えがありました。正直期待以上に面白かったので結構おすすめです。それではね、お写真どなたかから後ろお出口空いてますのでご退場の方よろしくお願いいたします。リズムもバイバイ。メニューもバイバイ。ケツがはい。
続いて新食感の牛乳スイーツが食べられると話題の大トロ牛乳にやってきました。ゼリーとクランチチョコ1つずつお願いします。かわいいな。かわいい。湯畑に向かっている道中で草津温泉感謝祭というイベントがあることを知りました。何があるんやろ。着きました。草津温泉のシンボル湯畑に到着しました。映像だと見にくいんですが湯煙が立っていて近づくと熱気を感じます。ホテルにチェックインしに向かいます。今回泊まるホテルは裏草津にあります。 Google マップの指示に従ってゴリゴリの住宅街を抜けていきます。これちゃう？裏草津島に到着しました。芋味噌を見に行くため急いで湯畑の方に戻ります。無事芋味噌に来れました。すごい熱気です。ここでは1日6回ショーが行われています。この日はお祭りの影響で最後の16時半の回が休園だったんですが、ギリギリに気づいてなんとか間に合いました。一定の温度に下げる湯もみが考え出されました。入浴法の一部だった湯もみを観光客の皆様に楽しんでいただけるショーとして1960年よりここ熱の湯で公演が始まり、現在に至るまで半世紀以上もの長い間たくさん皆さんがこれから入ります草津温泉、特徴がございまして、温泉の温度が非常に高くなっております。草津温泉ですね、平均して44度以上の温泉がほとんどになっております。それでは大変お待たせいたしました。草津節による湯もみの実演、どうぞご覧ください。
ざいました。色味の自然でございました。ただいまご覧いただきましたのは草津節による色味の実演でございました。この後皆さんにご覧いただきますのが草津湯もみ歌と申しまして、別名横穂節とも呼ばれています。横穂といったお囃子が特徴的で、さっきの草津節に比べると少しゆったりとした曲になっています。そんな草津湯もみ歌、今度は踊りと湯もみでお楽しみいただきたいと思います。最後の方、迫力のあるところが見られます。カメラの準備、そしてお見逃しなく。それでは草津湯もみ歌、どうぞご覧ください。最後の踊りはいかがだったでしょうか。皆さん拍手ありがとうございます。これをもちまして色味と踊りショー終了とさせていただきます。気になっていた草津温泉感謝祭の女神降臨を見に行きます。このお祭りは2日間開催され、期間中は伝統的な儀式や手筒花火、ライブにショーなどいろんなイベントが楽しめます。第79代温泉女神様のご降臨でございます。年にたった一度の儀式でございます。この大役を担われます温泉女神様は草津温泉の代表として選ばれました。純真で清楚な乙女が務めます。これより温泉女神様ご一行はここ湯畑冬至広場において本年の温泉感謝祭が滞りなく執り行われることを記念し、お清めの儀に臨まれます。当の夕食会場にやってきました。カウンター席かテーブル席かを選べたので、落ち着いて食べられるテーブル席にしました。焼きガニのガスパチョですね。ガスパチョは冷製のトマトスープで
ラムジェとコンポートでございます。ご用意申し上げてください。浴衣に着替えて湯畑のライトアップを見に行きます。おはようございます。朝から渋峠に雲海チャレンジに行きます。昨日と一緒の見覚えがある。すごい。朝ごはんを食べにホテルに戻ります。草津温泉は雑誌やテレビで見るたびに気になって、いつかは行きたいとずっと思っていました。今回来ることができて本当に嬉しかったです。湯畑の迫力や活気のある温泉街、とろっとした滑らかな泉質、どれもすごく良かったです。
日本三大名泉といえば有馬、下呂、草津の3つですが、草津だけはなかなか行くことができなくて、今回でやっと3名泉を巡りきることができました。それぞれ違った魅力や個性があって、どれも心に残る場所でした。皆さんは行ってみたい温泉地はありますか？ここまでご視聴いただきありがとうございました。